皆さんこんにちは。私は京都で料理屋をしております中村と申します。今世の中は非常事態宣言というものが出され、不要不急の外出を控えるようにと要求されております。私もずっと店は休業しておりまして家にいます。皆さんもずっと家でいるのはきっと窮屈で退屈で、たまには変化が欲しいと思われると思います。そういった時に我々に料理人として何かお手伝いできることはないかと考えた時に、それならば、あまり他のレシピの本とかにはないような料理を、皆さんにお教えすることによって、食卓に心豊かな料理、旬の料理、気持ちが華やぐような料理を、提供できればいいんじゃないかなと考えまして、私と京都の料理屋の、木の部の高橋さん、磁気辛抱佐伯の佐伯さん、この3人でステイホームプロジェクトと名付けまして、皆さんのいろいろな料理のレクチャーをワンポイントを交えたり、食材の下処理をしたり、それ以外にも料理をしていてためになるお話をしながら料理を皆さんにお教えしたいと思います。よろしくお願いします。今日は、皆さんの食卓に春らしい、彩り鮮やかな、心をちょっと豊かにしてくれるかなと、そういう風な感じの料理を、皆さんにご紹介したいと思います。材料等はもう普通のスーパーならどこでもあるような食材を使いまして、難しい工程もなく特別な調理器具もなく、そういったものを使って普段よりはちょっと高級感のあるそういったものを作っていきたいと思います。それでは早速始めたいと思います。はい、こちらに一応材料が出ております。昆布ですね。それからアスパラはこういう風に切ってもらいます。もちろん下の硬いところは取っていただいて4つぐらいに切ってもらいます。でタケノコは、もちろん生のまま自ら家で湯がかれたタケノコがあればそれが一番いいんですけども、結構湯がくのも大変です。ない時はこれもパックになって水になって売ってますから、それをこのように、薄いめにスライスしていただいて、お湯の中で20秒から30秒ほど湯がいてください。そして水に入れて洗ってください。そうすると余計な臭みとかが取れます。それからこれはスナップエンドウですね。スナップエンドウはここに軸がありますから、これをこのように外してください。そして、春キャベツですね。これからキャベツが美味しくなってきます。でしいたけはこのように5ミリぐらいの厚さに切ってもらいます。でブロッコリーでトマトは、1センチ弱の厚さにスライスしてもらいます。それから、貝柱ですね。貝柱はこれは生の貝柱なんですけれども、これはなければ別にどうしても入れなくてはいけないというものではないです。あったら入れたらちょっと上等になるかなと、そういうふうな食材ですね。でこれもこういうふうな形で切ります。で次に、サーモンなんですけども、別にマスでも結構です。でこれはどういうふうにするかというと、こちらにちょっと切っていただいて、これは全く生の、マスなんですけども、これがですね生のマスです。でこれは塩してだいたい1時間ぐらい経ってます。でなぜ塩をするかというと、水っぽいですからちょっと塩をして水気を出します。本当一つまみですね、取ってもらって、このようにパラパラパラと置いて、でこれで1時間ほど置いてもらって、それから処理をします。次に、これをどうするかと言いますと、どうしても魚は鱗があったりしますし、表面がぬめりがあったり生臭いさもあります。だからこれを最初の時点でしっかり取ってあげることによって仕上がりが非常に、美味しくきれいになります。では霜降りはどうするかということを皆さんにお見せしたいと思います。でここに熱湯を沸かしまして、お湯を沸かしまして、それに、この1時間ほど塩しておいた身ですね、これを入れます。だいたいもう5秒から10秒ぐらいの間で結構です。ちょっと表面が白く濁ってきましたね。
でこれをもうすぐにこの冷水に入れます。そしてこの表面の、こうしますと鱗がヒュッと立ちますから、表面についてる鱗をきれいに取って魚の表面のぬめりも取ります。こういうふうな形ですね。でこれをペーパーに上げまして、水気を切って置いたものがこちらのマスになります。でもし、お家でもうスーパーにマスがないし何もないという時は鮭の缶詰でも結構です。ただ鮭の缶詰はこのまま蒸しますとちょっと、癖がありますから、まあ鮭これ大体 150g ぐらいなんですけども、これにごま油を少しかけて軽くまぶして使用してください。そしたら臭みもかなり消えて美味しく召し上がっていただきます。これはまあこの生の魚が使えない場合ですね、その時の代用として使ってください。これ以外にも魚は白身の魚、ヒラメとかカレイでも結構ですし、赤身でしたらメカジキとか、メカジキなんかはいいかなと。あまり普段食べないんですけども、こういう時に使うのはいいかなと思います。それでは実際にお料を作っていきたいと思います。で器にこれまず盛るんですけれども、器はやっぱ春らしい器の方がいいですね。ちょっと萌木の色の薄緑とか淡いピンクの器に盛っていただいたらより春らしくて美味しそうに見えると思います。で最初にこの昆布を引いてください。そしてキャベツですね。キャベツはもうザクッとこういうふうにちぎってください。ちぎって散らす。こういうのはね、あまりこういうの大胆な方が美味しいんです。細かくやるよりもこういうところはざっくりといく方が美味しいです。綺麗に切った方がすごく上等に見えるのと、ちぎった方がなんかこうおしゃれに見えるとか、そういうのがありますからね。この料理は綺麗に切るよりもキャベツはちぎった方がいいです。でちょっとこれぐらい引いたら、この間にこういうふうに貝柱ですね入れて、でこういう味の出るしいたけですね、こういうのを間に並べて、たけのこも少し入れましょうか。でここでいっぺん塩をします。だいたい1ミリグラムぐらい、まあ1つまみ2つまみぐらいですね、塩をしてください。だいたい 1グラムで結構です。そして次に、残りのキャベツ、これをまたこういうふうにざっくりちぎりましてのせます。この時にあまり急激に詰めると蒸気が入りませんので、ふわっとこうもう上からのせる程度に置いてください。こういう軸の太いところはまあちょっと切ってもらっても結構です。このようにこうして全体にこう置きます。でこの上に、もっぺんこのしいたけですね、これを散らして、でたけのこですね、これを上にありますとこうなんか春らしさを感じますから、たけのこは上にのせます。で皆さんもご存知のように色のあるものは上にのせる。その方が仕上がりに色が立って綺麗に見えますから、上の方にのせてください。鮭ですね、そしてトマトは程よい酸味を加えて、いい仕事をしてくれます。そしてブロッコリーでアスパラガスでスナップエンドウですね、これをこういうふうに置きます。で最後に、まあちょっと彩り的にピーマン、黄色いピーマンをあったらこのように散らして、これで蒸したいと思います。でちょっとね蒸気が入るように、真ん中とかも少しこう隙間を空ける。蒸しすぎるとベタっとするからダメなんですけども、蒸気がなるべく入るように、これで
一応7分で見て、ちょっと浅いな思う時は8分とか8分半に調整してください。あまり火を通しすぎるとべちゃっとしんなりしすぎて食感も悪くなり美味しくありませんから、7分から8分半の間でやってください。で最後にもっぺん上に塩、それから、ポン酢ですね。ポン酢をかけます。でこれは太白のごま油っていう油ですね。これもちょっと特殊な油なんで普通の一般家庭にはないかもしれません。その時には別に普通の油でも結構です。なるべくどんな油が良いかというと、常温、部屋に置いてる状態でサラサラな油、それがいいと思います。はい、ではこれを蒸したいと思います。蒸し器はこちらにありますので、蒸す時のお湯がしっかりたくさんあるか確認してください。ちょっと少ないよ。これを蒸します。で火加減はやや中火と強火の間ぐらいですね。これぐらいの蒸気で7分間から8分半蒸したいと思います。7分タイマー入れてください。はい、それでは7分経ちましたので開けたいと思います。ね、美味しそうに蒸し上がってます。これを取り出します。はい。で、一応チェックとして下の方をちょっと見てもらって、下の方のキャベツを見てもらって、これがしんなりちょうどいい食感で蒸させます。あとはちょっと緑とピンクを散らして、もしご家庭にそのわらびとかがあればちょっとわらびとかをのせて、香味でも結構です。あればですね、春らしいものがあればのせてもらいます。菜の花でしたら一旦湯がいてちょっと水切りさらしてえぐみとか苦みを取って、その後に本当だしにつけたらいいんですけども、だしがなければもう一般に言うと昆布茶ありますよね。昆布茶ぬめるぐらいよりちょっと濃いぐらいの加減にして、そこにしばらくつけておいてもらったら下味もついていいかと思います。でこういうふうに木の芽もたっぷりつけて春らしさを出しますと、普段とはちょっと違う春らしい料理が出来上がります。皆さんも一度家でね、今本当に家にいるということで、こういう時に料理したことない方も、今まで料理を楽しんでこられた方も一度試していただいて、普段の食事とはまたちょっと違う、家の中に料理というものは心豊かさをくれるものだと私は信じておりますので、よかったら一度やってみてください。今日はどうもありがとうございました。